はい、ということで、本日はですね、私カメラマンのちょっと持ち込み企画となっております。うんまあ今こうしてしゅんさん脱サラされて、農業されているということで、脱サラして良かったこと3選はい。を今日はお話ししていただければなと思うんですけれども。はい。脱サラしてよかったこと。はい、そうですね。じゃあ、1個目いきましょうか。はい、お願いします。はい。1つ目は、通勤時間がゼロ。僕、サラリーマン時代っていうのが、例えば大阪で働いてたこともあるし、淡路島に帰ってきて働いてたこともあるんやけど、基本的には仕事って通勤必須よね。そうですね。ね。で、大阪で働いてた時とかは、朝通勤ラッシュで帰って、で、夜はね、結構遅くなってから帰るみたいな生活スタイルやったんやけど、だいたい、15分とか、電車に揺られながら、こう、ぎゅうぎゅう詰めのね、サラリーマンと格闘しながら、生活してたんやけど、農業始めて、通勤時間が10秒ぐらいになったんですよ。ここですもんね。ここなんですね。もう本当に家の周りが畑だったり田んぼだったり、で、作業場とかも本当に家から20メートルぐらいっていうことで、もう激近。はい。もうめちゃくちゃ通勤時間が短縮できたっていうのが、脱サラしてよかったっていうのは本当に思いますよね。うん。で、僕ちょっと気になったんで、はい。実は昨日 Google で調べたんですよ。ほう。日本人の平均通勤時間ということで。うん。そしたら何分やったと思います？平均30分ぐらい。ああ、でもいい線いってます。はい。実は40分らしいんですよ。うーん。もう日本人全体の通勤時間の平均が。で、しかもこれ片道40分なんで、はい。往復するとだいたい1時間20分ということで、はあ。週に5回ぐらい勤務したら6時間7時間ぐらいかかる計算になるんですけど、うん。農業を始めたことによってこの7時間ぐらいが浮いてくると。確かに。はい。そういう意味ではもうめちゃめちゃ脱サラしてよかったのかなとうん。思ってます。通勤時間っていうのをもう概念がないんですよね、もうすでに。うん、確かに。何時から仕事始めるよって言ったらその1分前に出たら間に合うんで。確かに。はい。スケジュールがこう立てやすい。そうですね。ね。はい。もう時間に何時のバスに乗らないといけないとかね。うん。何分の電車に乗らないといけないっていうのがなくなっただけでもこうちょっとしたストレスがうん。緩和されて、これ365日ずっとそうなんで、確かはい。結構メリットですね。に。なるほど。はい。じゃあ2つ目お願いします。はい。2つ目は自分で決められる。これは本当に、会社とか組織の中にやっぱり自分がいてると、こう、なんて言うんですかね、イメージ的にはこう上が決めた数字とかを押し付けられるって言ったら変ですけど、今月売上いくらだよ君みたいな。はい、わかりましたっていうね。これ、本当に自分で決めてない数字をこう言い渡された時のこの頑張らなきゃみたいな、また違う意味でのストレスみたいなのがあったりしてね。で、僕もサラリーマン経験しましたよ。なので、月末ぐらいになると大体ちょっと足らんみたいな。こういうのよくあるじゃないですか。はい。で、大体僕の場合はね、今月こうでできなかったって言おうかなとか、うんうん。こういう理由でちょっと今月数字足りてないんですよね。来月頑張りますみたいな、なんとかして取り繕わなければみたいな確かに。あったんですけど、はい。農家を始めてね、逆にこう誰も何も言ってくれないと言ったら当たり前なんですけど、うん。もう自分でこれぐらいの量の種をまいて、これぐらい収穫してこれぐらい売ったら、いくらになりますよと。もう自分で決められるっていうのはもうめちゃくちゃ、僕にとってはいいことだなと思います。確かで、その分やっぱりね、サラリーマンの時と比べたら責任はもう全て自分なので、ある意味ちょっとこう果たす責任と取る責任みたいなところがいっぺんにやってくるんでね。に。うん。サラリーマンの時って大体果たす責任だけじゃないですか。はい。結局責任は取らないでしょ。うん。数字いかなくても。確かけど、農業を始めてこう自分で自分の責任を取らないといけないっていう部分は結構やっぱりシビアなところはあるんですが、それをさっぴいてもやっぱり自分で決められるっていうのはめちゃめちゃいいですね。一つ気になったことは、うん。サラリーマンってやっぱり営業の方だと特に目標あるじゃないですか。うんうん。さっきおっしゃってたように。うん。だから農業をこうやり始めて、なんか
毎月のうんうんこう目標みたいなのはいはい。立てたりするんですか？いや、毎月の目標はね、数字っていう、なんていう、売り上げがいくらとかではないですね。僕たちの場合は。自分が、例えば、まあ、今月でしたら、インスタの投稿何回するとかね。あまあ、みんなやってますよ。こうちゃんなら、今月、自炊家に帰って野口ファームの野菜を使って自炊するのを最低10回するとかね。なんかこう、やっぱ売り上げの目標をガンガン立てても、やっぱ自然で左右されたりするんですよ。まあ、それよりは、なんかこう自己成長とか、やっぱ自分がこうやって決めたことを、その10回をこなしていくっていう方が、なんか大切かなと思うんで、まあ、うちは結構そういうことをやってます。なるほど。じゃあ最後3つ目を。はい。もう3つ目はね、これもダントツ1位。もう農業初めてというか脱サラして、マジで良かったと思うのは、出会いです。まあサラリーマン時代もね、まあ上司の方、お取引先の方とか、まあたくさん出会いはありましたけれども、農業を始めてからの出会いの方がもう圧倒的に質も量も多いっていうことで、まあもちろん野菜をお届けしている八百屋さんとか、まあ、個人のご家庭とか、まあいろいろあるわけですけれども、コミュニケーション量がもう全然違うんですよね。送った先で美味しかったよっていうのを言っていただいたりとか、その届いた八百屋さんのその先のお客さんがこう伝言ゲームのように、あ、野口ファームのこの野菜が美味しかった。あ、ほんまですか？またこんな風に伝えといてくださいっていう、こう、それがもう、今まではその、なんていうんですか、事業所の周りだけで、出会いがあったわけですけれども、はい、もう今なんか宅配とかしてたらもう日本全国で、まあそういうやり取りができてるっていう意味では、もうめちゃくちゃこう、脱サラして出会いの幅がもう広がりまくったなっていうような感じで、農業しなかったら絶対出会ってないやんっていう人がもうほんで何千人何万人ってできましたっていう感覚なんですよね。まあ、なのでそれはほんまに自分たちのなんて成長にもつながってるし、農業する上でやりがいにもつながってるんで、まあ、この人との出会いっていうのは本当に脱サラしてよかったなともうつくづく思いますね。まあいろんな方がここに来てるのも何回か見てまして、すごいなって思うんですけど、しゅんさん的にこう驚くべき嬉しい出会いとかなんかあったりしますか？ああ、そうですね。いや、驚くべき嬉しい出会いしかないんですけど、まあ、エピソードで言うとね、本当に皆さんとの出会いが、それこそ、今こうやってカメラを向けられてね、ネイチに撮ってもらってるっていう、これすら、ネイチとの出会いは僕農業してたからだと思うんでね、こうやって YouTube を見てくださってる皆さんとの出会いも本当にかけがえはないんですけど、一つだけエピソードを言うとすれば、やっぱり去年のコロナの時かな、まあ、僕らの送っている飲食店さんがもう軒並みもう時短営業ですとか、いやもう営業すらしませんってなって、野菜が余りそうになったじゃないですか。でその時にやっぱほんまに今まで出会ってくれた野口ファームのお客さんがもう SNS でガンガンシェアしてくれて、で野口ファームを助けてあげてくださいということで、最終的にね一玉も余らず全ての野菜をお届けできたっていう意味では、なんかこんなこと起こるんやなと、もうまさに奇跡って言っていいんじゃないかなって思うようなことが去年起きちゃったんで、はい、まあなのでそれはね本当に心にはめちゃくちゃ残ってるし、もう感謝しかないかなと思ってます。確かに出会いがいつこう報われるというか、いいことにつながるっていうのはわからないですもんね。はい。いやありがとうございました。はい。なんかまあ僕自身も脱サラした一人なので、そうですね。すごいしみじみと感じる部分もあったんですけど、まあしゅんさんから見てこう、まあ、脱サラに向いてる人みたいなのって、まあ最後にちょっとどんな人なのかを教えてください。そうですね。まあきっかけはいろいろあっていいと思うんですよ。ちょっと今の上司が嫌だとか、もっと給料上がってほしいとかね。なんかもっと挑戦したチャレンジしたいとか、きっかけは人それぞれだと思うんですけど、最終的に脱サラしてうまくいくかいかないかっていうのは結構大きな問題で、うまくいく人ってやっぱり覚悟を持ってるかどうか。なんかやるぞとか勇気とかじゃなくてね、おっしゃもうするしかないと。まあ腹くくってもう3年間どんなことが起こってもこれにもう時間と全てを注げるとかっていう覚悟さえ持っとけば、まあどんな業界でも
脱サラしてやっていけんちゃうかなと僕は思ってますので、はい、ぜひぐっと腹に力を入れてね、はい、皆さん農業の世界もしくは自分がやりたいことに飛び込んでいただければと思います。はい、今日も大変勉強にさせていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。